皆さんこんにちは、ほのぼのです。いつもお聞きいただきありがとうございます。このチャンネルでは日本語でいろいろなテーマについてお話ししています。日本語を勉強している方や日本の暮らしに興味がある方に向けたポッドキャストです。エピソードを聞きながら日本語のリスニングの練習もできるので、ぜひ最後まで楽しんでくださいね。そしてよかったらチャンネル登録もお願いします。今日はいつもよりちょっとだけカジュアルな話し方をしています。普段よりリアルな日本語に近いので、もしかしたらちょっと難しく感じるかもしれません。でも大丈夫。字幕もついているので安心してください。今回は私が昔コンビニでバイトしていた時の思い出もお話しします。気になる方はぜひ最後まで聞いてみてくださいね。さて、今日のテーマはよく行くコンビニと私が買っているもの、そしてコンビニの思い出です。日本に住んでいるとコンビニって本当に身近な存在ですよね。皆さんも旅行で日本に来た時や留学中などに行ったことがあるかもしれません。今日は私の体験を交えながらコンビニについて楽しくお話ししていきます。じゃあまずは私がよく行くコンビニといつも買っているものについてお話ししますね。私がよく行くコンビニは家の近くにあるセブンイレブンです。その理由は猫のご飯を買うため。うちにはちゃちゃまるっていう猫がいるんですが、この子が結構よく食べるんです。だからちょっとでもご飯が少なくなってくると不安になってしまって買い足さなきゃってよくコンビニに走っています。で、そのセブンイレブンには猫のご飯コーナーがちゃんとあって、しかもそこに猫の写真が貼ってあるんですよ。なんだかそういうのを見ると親しみが湧いて、ここで買おうかなって自然に思えるんですよね。それに同じセブンでもお店によって置いてある商品って結構違うんですよ。猫のご飯が全然置いてない店舗もあるし、お菓子やパンのラインナップも結構違ってて、こっちのお店の方が充実してるなーって思うことよくあります。あとですね、そのお店の店員さんたちがみんな明るくて感じがいいんです。笑顔でありがとうございましたって言ってもらえると、それだけでちょっと元気になれますよね。コンビニってただ物を買う場所じゃなくて、元気をもらえる場所でもあるなって最近よく思います。最近のコンビニって本当に便利ですよね。品揃えが豊富なのはもちろんなんですけど、アプリを使うとクーポンがもらえたり、ポイントが貯まったりするのも嬉しいです。例えば私がよく使っているのはセブンイレブンの公式アプリ。時々おにぎり10円引きとかドリンク30円引きみたいなクーポンが届くんです。それを見て、じゃあ今日はおにぎり買っちゃおうかななんてつい言ってしまうこともあります。ちょっとした割引だけど、なんだかお得な気分になれるし、アプリをチェックするのが習慣になっている人も多いんじゃないかなと思います。こうやって便利さに加えて、ちょっとした楽しさとかワクワク感もあるのがコンビニの魅力の一つなのかもしれませんね。正直に言うと、コンビニの商品はスーパーよりちょっと高いです。なので子供の頃、私の家ではコンビニは高いからあまり使わないっていう感じでした。コンビニに行くことはほとんどなかったと思います。お菓子を買ってもらうときもスーパーの方が多かったですね。値段も安いし、品物もたくさんあるし、やっぱり家計を考えるとスーパーが主役でした。
でも大人になって自分で働くようになってからは、お昼休みや仕事帰りや、ちょっと気分転換をしたいときに、ふらっとコンビニに立ち寄ることが多くなりました。コンビニってスーパーよりは値段が高いことが多いけれど、すぐ買える、便利、気軽に立ち寄れるっていう魅力がありますよね。疲れている時や時間がない時に、近くにあるコンビニでちょっと買い物すると、なんだかちょっとほっとするというか、自分へのご褒美みたいな感覚になります。昔は高いからダメだったのが、今はここに来るとちょっと嬉しい、そんな場所に変わったなと思います。それから旅行中のコンビニって本当にありがたい存在ですよね。例えば車で移動しているとき、トイレ行きたいなってなったら、まず探すのはコンビニです。で、トイレを借りたついでについつい飲み物を買ってしまうんですよね。しかもレジの横にあるホットスナックコーナーがまた魅力的で、チキンとかアメリカンドッグとか、絶対今食べなくてもいいんだけど、買っちゃおうかなーって。あと、お菓子とかガムとかもついカゴに入れちゃう。私はこの流れがすっかり習慣になってます。あと、小腹が空いた時には、おにぎりやサンドイッチもすごく助かります。特におにぎりの種類が豊富で、今日は何にしようかなって選ぶのが楽しいんですよね。地域によって置いてある商品も少しずつ違って、この辺ではこういう味が人気なんだとか、ちょっとした発見があるのも面白いです。それに旅行中って知らない土地にいるだけでちょっと緊張してたりするんですが、コンビニってどこに行っても大体同じで安心感があるんですよね。見慣れたロゴと照明を見ると、あ、ここなら大丈夫だってほっとする。まさに日本全国どこに行っても旅人の味方って感じです。実は私、高校生の時にコンビニでアルバイトをしていました。それが私にとって初めてのバイトだったんです。最初の頃はとにかく覚えることが多くて、こんなにやることあるのって驚きました。頭がパニックになることもよくありましたし、レジに立っているだけで緊張して、心臓がバクバクしていたのを覚えています。でも今思えば本当にいい経験だったなと思います。社会のこととか人との接し方とか、いろんなことを学べました。もちろんレジ打ちは基本なんですが、他にもタバコの名前を覚えたり、宅配便や郵便の受付、水道料金や税金の支払い、チケットの発券、Amazon の荷物の受け取りなどなど、コンビニって何でも屋さんなんだなぁと感じるくらいいろんな仕事がありました。タバコに関してはちょっと苦労しました。私はタバコを吸わないので、銘柄なんて全然知らなくて、お客さんがメビウスの1ミリボックスでとか、〇〇番ちょうだいと言っても最初はどこにあるのか全くわからなかったんです。レジの後ろにずらーっと並んでいるので、覚えるのにかなり時間がかかりました。でも少しずつ慣れてくると、常連さんとのやりとりが楽しくなってきて、決まった時間に決まった商品を買っていく人たちが何人かいて、だんだん顔見知りになっていきました。ある日、こんばんはいつものですかと声をかけたら、そうそうありがとうねって笑ってくれて、なんだか嬉しかったのを覚えています。そのうちその人が来る時間に合わせて、タバコやパンを先にレジの横に用意しておくようになりました。お会計の時はお金を受け取るだけ。
ほんの短いやりとりですが、そういうちょっとしたつながりがすごく心に残っています。大変なことも多かったけど、コンビニの仕事を通して人との距離の取り方とか、ちょっとした気配りの大切さを学べた気がします。ということで、今日は私がよく行くコンビニで買っているものや、高校時代のアルバイトの思い出、そして旅行中のコンビニのありがたさなど、私の実体験をもとにいろいろお話ししてみました。コンビニってただ便利なだけじゃなくて、お店の雰囲気とか、お客さんとのちょっとした会話とか、人とのつながりも感じられる、そんな場所だなと思います。毎日のように使うからこそ、コンビニは自然と私たちの生活に溶け込んでいて、なくてはならない存在になっているんだなと改めて感じました。皆さんの国にはコンビニみたいなお店ってありますか？もし似たようなお店やエピソードがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。皆さんのお話も聞いてみたいです。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。聞いてくださりありがとうございました。バイバイ、またね。この度メンバーシップを始めました。ちょっと応援したいなという方に向けて気軽に参加できるプランをご用意しています。動画のスクリプトの配布やメンバー限定のアンケート、オリジナルの絵文字などの特典があります。応援してくださる方、ぜひご参加いただけたら本当に嬉しいです。